今回は物体の衝突回数を数えると円周率が求まるという話をするのだ。物体の衝突ってことは物と物をぶつければいいのね。ということは例えばこのスマホをずんだもんに投げつければ円周率が求まるの？止めるのだ。そんなことをしても求まらないのだ。ではどうすれば求まるのかというと、まずはこれを見てほしいのだ。重さが同じ物体が2つあって、青い物体を赤い物体に向かって動かしたとき、どのように衝突するかやってみるのだ。壁との衝突も数えるのね。3回ぶつかったわ。次は青の重さを100倍にしてやってみるのだ。ぶつかるのが早すぎて数えられなかったけど31回みたいね。次は青の重さをさらに100倍してやってみるのだ。全然見えなかったけど314回みたいね。314ってまるで円周率みたいだわ。こんな風に青い物体の重さをどんどん重くしていって、赤い物体が青い物体や壁にぶつかる回数を数えると円周率の値がより詳しく求められるのだ。この方法は2003年に東イリノイ大学のグレゴリー・ガルペリンという数学者によって発表された円周率の求め方の中でもかなり新しい方法であり、それにもかかわらず高校で習うレベルの物理学で説明できるというとっても意外性の高い方法なのだ。そして2019年の1月に3ブルー1ブラウンという YouTube チャンネルでこの方法が紹介され、おそらくそのチャンネルの動画で知った人も多いと思うのだ。アニメーションがかっこいいチャンネルね。僕も3ブルー1ブラウンさんの動画で知ったのだ。今回の動画の内容はその動画にかぶる部分もあるが、実はガルペリン氏の論文では円周率の性質に関するとある予想を提示しており、何人かの数学者に聞いたところ、解決は難しそうという答えをもらったと述べているのだ。その予想はおそらくまだ未解決で、この動画ではそれも含めて解説するのだ。なので物体の衝突回数から円周率を求めるという方法をすでに知っている人も初めて知る人もこの動画を楽しめると思うのだ。ということでこの動画ではまず2つの物体の衝突について、衝突前後で物体の運動がどのように変化するのかを説明し、その後物体の衝突回数の求め方を説明し、合わせてなぜ円周率が求まるのかも説明するのだ。そして最後に円周率の未解決問題について説明するのだ。それではまず2つの物体の衝突について説明していくのだ。状況を思い出すと、青い物体と赤い物体が並んでいて、赤い物体の方に壁があったのだ。そして青い物体を左に動かした時、物体の衝突回数が円周率と関係する値になるという話だったのだ。ただし実はちょっと非現実的な過程がいくつか必要で、1つ目は物体や壁はどんなにぶつかってもへこんだり潰れたりしないこと。2つ目は衝突による力以外の力が働かないこと。つまり例えば摩擦や空気抵抗はないものとすること。3つ目は衝突は全て弾性衝突であること。この3つを仮定するのだ。摩擦が強そうな形をしてるのに摩擦はないことにするのね。ところで弾性衝突ってどういうこと？簡単に言うとめちゃくちゃよく反発するということで、例えば壁に速度 v で衝突した場合、同じ大きさの速度で跳ね返ってくるということなのだ。普通は衝突時に音や熱が発生し、それによってエネルギーが減るので速度は落ちてしまうが、そういうことが起きないことを仮定するのだ。さて衝突回数を理論的に求めるには、青い物体を左に動かした後のその後の運動を完全に予測できる必要があるが、これらの条件の下でそれは可能なのだ。まず真ん中の条件から、衝突時以外では物体は等速直線運動をするので、問題は衝突時、つまり衝突前後で物体の速度が
どのように変化するのか求められればよいのだ。衝突は物体同士の衝突、壁との衝突の2種類あるが、壁との衝突はさっき話したように男性衝突して同じ大きさの速度で跳ね返るので、あとは物体同士の衝突を考えればよいのだ。壁は邪魔なので一旦消して、青い物体の質量を大文字の m kg、赤い物体の質量を小文字の m kg とし、衝突前の速度をそれぞれ v1、v2、衝突後の速度をそれぞれ v1 ダッシュ、v2 ダッシュと置き、この設定で v1、v2 から v1 ダッシュ、v2 ダッシュを求めるのだ。ただしここからの話では右方向を正として、左向きの速度はマイナスの値で表すこととするのだ。さて、まず2つ目の条件から、運動量保存則と呼ばれるこの等式が成り立つことが知られているのだ。質量×速度を運動量といって、この式はそれぞれの物体の運動量の和が衝突前後で一定であることを意味するのだ。そして3つ目の男性衝突であるという条件から、運動エネルギー保存則と呼ばれるこの等式が成り立つことが知られているのだ。質量×速度の2乗の半分を運動エネルギーといって、この式はそれぞれの物体の運動エネルギーの和が衝突前後で一定であることを意味するのだ。運動量と運動エネルギーね。聞いたことあるようなないような。あんまり覚えてないわ。この動画で重要なのは式の形だけで、意味はそんなに重要じゃないので、細かいことは気にしなくていいのだ。問題はこの2つの式から衝突後の速度が求まるのかということだが、実際に求めてみるのだ。まず運動量保存の式を m について整理すると、このような式が得られるのだ。同様に運動エネルギー保存の式も m について整理すると、このような式が得られるのだ。ここで2乗引く2乗の部分を因数分解するとこのようになるが、さっき求めた式と見比べると、この部分とこの部分が一致しているのだ。これらが0になるのは衝突前の速度と衝突後の速度が等しい時だが、衝突前後で速度が変わるはずなので、これらは0ではないのだ。よって両辺割ることができて、この部分が等しいことがわかるのだ。あとは今得られた式と運動量保存の式が一次式であることから、 v2 ダッシュを消すことで v1 ダッシュが、v1 ダッシュを消すことで v2 ダッシュが求まるのだ。計算は省略するが、 v1 ダッシュはこのようになり、 v2 ダッシュはこのようになって、衝突後の速度を衝突前の速度で表すことができたのだ。これで物体の衝突前後の速度の変化がわかり、物体同士の衝突ではこの式で速度を更新し、壁との衝突では赤い物体の速度 v2 をマイナス v2 に更新することで、物体の運動を完全に予測することができるのだ。ちなみに v1 ダッシュと v2 ダッシュを求めるこの式はこれ以降出てこないので忘れていいのだ。衝突後の速度が求められるのは分かったけど、ここまでは円周率が現れそうな気配が全然ないわね。いやいや、そんなことはないのだ。実は上の式の片方は円と深く関係するのだ。それを説明する前に、上の式は2物体間の衝突の場合にのみ考えたが、壁との衝突でも成り立つのかを見てみるのだ。壁との衝突では速度は大きさはそのまま向きだけ変わるので、衝突後の速度 v2 ダッシュはマイナス v2 になり、青い物体はどこにも衝突しないので v1 ダッシュは v1 なのだ。これをまず運動量保存の式に当てはめると、この部分は両辺同じなので消せて、残りの部分は符号が逆なので v2 が0の時だけ等式が成り立つが、壁にぶつかるということは v2 は0でないので、運動量保存の式は壁との衝突では成り立たないのだ。一方、運動エネルギー保存の式はこの部分が2乗になっているのでマイナスがキャンセルされて、壁との衝突でも運動エネルギー保存の式は成り立つのだ。よって運動エネルギーは物体同士の衝突後も壁との衝突後も常に一定に保たれるのだ。ここでルート MV1 を大文字 X、ルート MV2 を大文字 Y と置くと、運動エネルギー保存の式の左辺は2分の 1x の2乗足す2分の 1y の2乗となるのだ。
さっき説明したことからこれは常に一定で2倍しても一定なので、運動エネルギー保存の式は円の方程式に変形されるのだ。物がまっすぐぶつかってるだけだと思ったら、物理法則にこっそり円が潜んでいたのね。まあこの式だけで円周率が求まるわけではないが、円周率と関わりそうということはこれで納得できると思うのだ。ということで物体の衝突運動については説明ができたので、ここからは衝突回数の求め方について説明するのだ。衝突回数を求めるための1つ目のアイディアは、2つの物体の位置を1つの点で表すということなのだ。どういうことかというと、まずさっきの図に戻り、壁の位置を0として右向きを正とする軸をとって、青い物体の左端の値を x、赤い物体の右端を y と置くのだ。 x と y は時間が経つにつれ変化するので、時間 t の関数であるとするのだ。そして xy 座標の点として今の2物体の位置を表すと、左の図の xt の値はおおよそ 0.7 なので、右の図だとこの直線上に yt の値は 0.4 よりちょっと大きい値なので、右の図だとこの直線上にあるのだ。よってこの直線が交わるこの点が2物体の位置を表しているのだ。次に物体が衝突する位置を考えると、物体同士が衝突するのは y と x が一致するとき、つまり右の図の点がこの直線上にあるときなのだ。ちなみに y は x よりも大きくなることはないので、点がこの領域に入ることはないのだ。次に赤い物体が壁と衝突するのは y の値が物体の幅と一致するときで、それは右の図ではこの部分に相当し、 y がこれ以上壁に近づくことはないので、点がこの領域に入ることはないのだ。こんな風に物体の位置を平面上の点で表すことで、衝突の条件が別の形に翻訳されるのだ。まだ説明したいことは残っているが、ここで一旦それぞれの動きがどのようにリンクしているか見てみるのだ。両方の物体の質量を 1kg として実際に動かしてみるとこうなるのだ。なんか2つの図がきれいに対応していて面白いわ。次に青い物体を 100kg にするとこうなるのだ。一応1万 kg の場合も見ておくとこうなるのだ。さてここまでは位置の対応だけを説明してきたが、一応速度の対応についても話しておくのだ。青い物体の速度が v1、赤い物体の速度が v2 であるとき、右の図の点は x 方向に速度 v1、y 方向に速度 v2 で進むので、点の速度は v1v2 というベクトルで表されるのだ。そして y=x に衝突した後、つまり物体同士が衝突した後は、点の速度は衝突後の速度を用いて v1'v2' と表され、壁との衝突の後は赤い物体の速度がマイナスになるので y 座標の速度がマイナスになるのだ。こう見るとビリヤードの球が壁に当たって反射してるみたいね。確かにそう言われてみればそう見えるのだ。ただしビリヤードと違って斜めの線での衝突は入射角と反射角が一致しないのだ。実際もし入射角と反射角が等しいとすれば、点がまっすぐ左に動いて y=x に衝突した後、まっすぐ下に向かうはずだが、赤い物体と青い物体の重さが異なる場合はそうはならないのだ。確認のため赤い物体が 1kg、青い物体が 100kg の場合の動きをもう一度見てみるのだ。このように入射角と反射角が一致せず、衝突回数を数えるのに都合が良くないが、これは右の図に座標変換を施すことで解決できるのだ。ではどのような変換を施すかというと、新しい x をルート mx とし、新しい y をルート my とするのだ。これは右の図で言うと
横軸をルート m 倍、縦軸をルート m 倍するということなのだ。この変換を左の図で考えるとややこしいので消してしまって、右の図を変換するとこのようになるのだ。何が起きたの？いろいろ変わってしまったので一つ一つ見ていくと、まずグラフのメモリは縦横に値が伸ばされるように変換されるが、ややこしいので消してしまったのだ。他にはこの線とこの線と点の速度が変わったが、それぞれ1個ずつ見ていくのだ。まず壁との衝突を表すこの線については縦に伸ばされたので y 軸の値は元の値のルート m 倍になったが、横に伸ばされても水平であることには変わりないのだ。次に物体同士の衝突を表すこの線はもともとは y=x だったが、これがどのように変換されたかというと、まず左の式の y について整理して y はルート m 分の y に等しく、 x についても同様にして x=y からこの式が成り立つので、整理してこのようになるのだ。よって変換後の直線はこの式で表され、傾きルート m 分のルート m の直線になるのだ。最後に点の速度についてだが、その前にこの式はもういらないので消してしまって、改めて点の速度について考えると、座標変換は横をルート m 倍、縦をルート m 倍伸ばしただけなので、変換後の速度 v1、v2 はそれぞれ v1 をルート m 倍、v2 をルート m 倍したものに等しいのだ。これで変換後のものが一通り計算できたのだ。さて、なぜこのような変換をしたかというと、衝突時の入射角と反射角が一致するようにするためだったのだ。ここで改めて運動エネルギー保存則を思い出すと、2つの物体の運動エネルギーの和が一定という式だったが、これを上の式を使って v1、v2 で表すとこのようになり、これはベクトルの長さで表すとこのように表されるのだ。ただしこの v は点の速度ベクトルのことで、絶対値の記号はベクトルの長さのことなのだ。これが一定であるということは、物体がどんなに衝突しても変換後の座標においては速度ベクトルの長さが変わらないことを意味するのだ。運動エネルギーが保存されるというのがベクトルの長さが一定という性質に変わったのね。次に運動量保存則を思い出すと、物体同士の衝突前後で運動量の和が一定であるという式だったが、これをさっきと同様に上の式を使って v1、v2 で表すと、左辺はこのようになり、衝突後の速度ベクトルを大文字の v' で表すと、右辺はこのようになるのだ。これをさらに内積で表すとこのようになり、運動量保存の式はこのベクトルと速度ベクトルの内積が衝突前後で保存されるという式に変換されるのだ。ちなみにこのベクトルを右の図で表すと、このように斜めの直線と平行なベクトルなのだ。内積はベクトルの長さと2つのベクトルのなす角度で表されるので、この角度をθ、この角度をθ'と置けば、θとθ'の関係が内積の式から得られるはずなのだ。計算しやすいように衝突前の速度ベクトルの視点を動かして、赤いベクトルの代わりに向きを逆向きにしたベクトルを考えると、衝突前の速度ベクトルと赤いベクトルの内積は2つのベクトルのなす角がθであることからこのように表され、衝突後の速度ベクトルと赤いベクトルの内積はこのように表されるのだ。マイナスがついているのは赤いベクトルの向きを逆にしたからなのだ。運動量保存則からこれらの内積の値は等しく、前の部分は共通しているのでキャンセルできて、速度ベクトルの大きさは運動エネルギー保存則から一定なのでキャンセルできて、結局それぞれの角度のコサインの値が等しいという式になるのだ。右の図からそれぞれの角度は0から90度の間なので、コサインの値が等しければ角度も等しく θ=θ' となるのだ。これで入射角と反射角が等しいことが分かったのだ。ちなみに一応補足しておくと、正確には入射角とは衝突面に垂直に線を引いてここの角度のことで、反射角とは
ここの角度のことなのだ。θイコール θ' ならば入射角と反射角が等しいことは明らかなのだ。ここまでは物体同士の衝突を考えたが、壁との衝突において入射角と反射角が等しいことは簡単なので省略するのだ。これでやっと衝突回数を求める準備が整ったので、ここからは衝突回数の求め方を説明するのだ。今一度状況を思い出すと、物体が2つ並んでいて、最初に青い物体を左に動かし、赤い物体が青い物体や壁とぶつかる回数を数えたかったのだ。そして2つの物体と右の図の点の動きが対応したのだ。右の図の点は最初に左にまっすぐ動き、そして斜めの直線に当たって反射し、下の直線に当たって反射するのだ。斜めの直線での反射は物体同士の衝突に対応し、下の直線での反射は壁との衝突に対応するのだ。ここでここの角度をαと置き、斜めの直線を軸として半回転させてこのようにし、点の最初の反射以降の軌道も半回転させてこのようにするのだ。するとさっき示した通り、ここの角度とここの角度が等しく、斜めの直線を軸として半回転させたことから、ここの角度も等しいのだ。よって特にこの対頂角が等しく、今青くした線は直線なのだ。次にこの直線に対してもそれを軸に半回転させて、2回目の衝突以降の軌道も半回転させると、さっきと同様にこの角度とこの角度が等しく、軸を中心に回転させただけのこの角度も等しくなるのだ。よって対頂角が等しくなるのだ。3回目の衝突以降も同様のことをしていくと、結局は点の開始地点からこのように直線を引き、交わる点を数えればそれが衝突回数と一致するのだ。また角度αにつき1回衝突し、直線が上を向いている限り必ず交わるので、衝突回数を C と置けば Cα は π より小さく C+1 倍のαが π 以下で、 C はこの不等式を満たす唯一の自然数なのだ。なんていうか、よくわからないうちによくわからないトリックで円周率が急に現れたって印象だけど、円周率が C で挟まれているから、これで衝突回数から円周率が求められるのね。そういうことなのだ。ただしそのためには両端にあるαが何なのかという考察がもう少し必要なのだ。ということでここからはαの値の求め方について説明するが、その前にこの不等式のもう一つの見方について話しておくのだ。角辺をαで割るとこのような不等式になるが、α分の π が整数であればそれは C+1 に一致し、整数でなければ小数点以下を切り捨てた値が C に一致するのだ。よって逆に円周率とαから衝突回数を計算することができるのだ。いずれにしてもαが何なのかという問題は残るので、αの値の求め方について説明していくのだ。下の不等式は後で考えるので一旦消しておいて、今αについて分かっていることは右の図からタンジェントαがルート m 分のルート m に等しいということだけなのだ。この条件からαの値の大きさを m と m で評価するのだ。まずタンジェントとは何だったかを思い出すと、水平な直線に対してなす角が θ の直線があった時、この直線の傾きをタンジェント θ と定義するのだ。右の図だとここがαで、傾きがルート m 分のルート m だから、タンジェントαがルート m 分のルート m なのね。傾きについてもう少し詳しく説明すると、底辺の長さを1としてこのように垂直に線を引いた時のここの高さを直線の傾きというのだ。よってタンジェントは角度 θ に対してここの高さを与える関数とみなすことができるのだ。今の状況を思い出すと、質量 m と m を使ってαの値を求めたいので、欲しいものはタンジェントの逆の対応、つまり高さ x に対してここの角度 θ を対応させる関数なのだ。この関数はアークタンジェントと呼ばれていて、アークタンジェントを使ってαを表すとこのようになるのだ。よってアークタンジェントという関数を調べればαを求めることができるのだ。アークタンジェントの直ちにわかる性質としては、x が大きくなれば θ も大きくなり、
x が小さくなれば θ も小さくなるのだ。そして x が0の時 θ も0で、逆に θ が0ならば x も0なのだ。これらの性質だけではαを求めるには不十分だが、アークタンジェントに微分して積分すると元に戻るという微積分学の基本定理を適用すると、良い形に変形されて性質がよくわかるのだ。ということで、まずアークタンジェントの微分を計算すると、左の図から θ イコールアークタンジェント x なので、微分はこのように表され、逆関数の微分の公式からこのように変形できるのだ。ここで再び左の図から x イコールタンジェント θ なので、この微分はタンジェントの微分であり、計算するとコサイン2乗 θ になるのだ。これを x で表すためにもう少し変形すると、まず1に等しいこの値で割って、分子分母をコサイン2乗で割ると、このようにタンジェント θ の式になり、タンジェント θ を x で置き換えて x だけの式になるのだ。これでアークタンジェントの微分が計算できたのだ。計算過程はいらないので、このように整理してこれの両辺を積分すると、アークタンジェント x はこのような積分に積分定数 a を加えたものになるのだ。ここで積分定数 a を求めるために x イコール0の場合を考えると、この積分は0から0までの積分になるので0で、アークタンジェント0は左の図の x が0の時の角度 θ の値なので0なのだ。よって積分定数 a も0であり、アークタンジェントはこの積分に一致することが分かったのだ。角度がこの積分で求まるってことね。なんか不思議だわ。αの計算にはもう少し変形が必要で、積分の中身をこのように表すとこのようになり、前半の1を積分してこのようになるのだ。そしてこの部分を計算すると、 x が0より大きければ積分の中身は t イコール0を除いて常に正の値なので、積分の値も0より大きいのだ。次にこの値は t イコール0を除いて常に1より大きいので、この積分よりも小さく計算するとこのようになるのだ。特に x が小さければ x の3乗はそれに比べてはるかに小さいので、その時は青枠の積分は無視できるほど小さく、アークタンジェント x はほぼ x に等しいと言えるのだ。正確な不等式で表すならば、青枠で囲んだ積分は0より大きいので、アークタンジェント x は x より小さく、3分の x3 乗より小さいので、このような不等式が成り立つのだ。ただし x は0より大きいとするのだ。これでアークタンジェント x の大きさが評価できたので、このアークタンジェントの不等式を使って最初の不等式を再解釈するのだ。まずここの α はアークタンジェントルート m 分のルート m で、 m も m の正なので、この不等式の x をルート m 分のルート m として適用して、このような不等式が得られるのだ。もう一方の α に対してはこっち側の不等式を適用して、このような不等式が得られるのだ。ここでこの質量のルートの比が十分小さい値ならば、ここの値も小さいので、円周率はこの値で近似できることがわかるのだ。特にこの値が10の n 乗分の1となるように m と m を選べば、このような不等式が得られ、衝突回数を10の n 乗で割ったものがおおよそ円周率になることがわかるのだ。ここで動画の冒頭で見た衝突のシミュレーションを思い出すと、 m が 1kg、m が 100kg の時は衝突回数が31であり、この場合の n は1なので、31を10で割った 3.1 は円周率に近い値になっているのだ。 m が 1kg、m が1万 kg の時は衝突回数が314であり、この場合の n は2なので、314を100で割った 3.14 が円周率に近い値になっているのだ。100倍ずつ重さが増えていたのはこういうわけだったのね。ということで以上で、衝突回数から円周率が求められることが分かったのだ。それでは最後に冒頭で話していた円周率の未解決問題について解説していくのだ。さっきの結果を思い出すと、
上の場合は円周率の小数点以下1桁目までと一致していて、下の場合は円周率の小数点以下2桁目までと一致しているので、もっと一般に質量のルートの比が10の n 乗分の1であるとき、衝突回数の10の n 乗分の1は円周率の小数点以下 n 桁目までと一致するのではないかと予想されるのだ。つまりこのような式が成り立つのではないかと予想されるのだ。ここで右辺の括弧はガウス記号といって、括弧の中の数を超えない最大の整数を意味し、括弧の中の数が正の場合は小数点以下を切り捨てることと同じなのだ。この式について考えるために一旦画面を整理して、左上の不等式の角辺をアルファで割ってこのようにしておくのだ。この時左上の不等式のアルファ分の π にガウス記号を適用させると、アルファ分の π が整数でなければ c となり、そうでなければ c たす1となるのだ。それぞれの場合に分けて右上の式が成り立つのか考えるが、分母にアークタンジェントがあるので、これを処理するための準備として、これがどのように評価できるか考えるのだ。さっき話したように x が小さい時は x とアークタンジェント x がほぼ同じ値なので、この値も x が小さい時は小さいはずで、分母のアークタンジェントを x で置き換えられると期待できるのだ。実際に計算してみると、まずこの不等式からこの値は0より大きくなるのだ。そして通分するとこのようになり、分母のアークタンジェント x は0に近くなるほど全体が大きくなるので、この不等式を適用して分母についてはこのようになるのだ。ただしこの値は x が大きいとマイナスになるが、今 x の値として想定しているのはこの質量のルートの比であり、n が0以上であればこの値は1以下なので、そうであればマイナスにならないのだ。次に分子の値については、この不等式の角辺から x を引いてマイナス1をかければ3分の x3 乗が分子の値より大きいことがわかるのだ。これを計算するとこのようになり、 x が1以下であれば分母は2以上なので、この不等式が成り立つのだ。以上を整理すると、この不等式が成り立つことが分かったのだ。特に x が小さければ x 分の1とアークタンジェント x 分の1が近い値であることが分かったのだ。ということで右上の等式に話を戻すと、まず c が下の条件を満たすとき、右上の等式が成り立つためにはこの2つの差が0以上で1より小さければよいのだ。計算するとアルファをアークタンジェントで表してこのようになり、左の不等式からまず0より大きいことがわかるのだ。そして右の不等式の x を10のマイナス n 乗としてこのような不等式が成り立ち、この値は n が0の時は1より大きいが、その時は赤枠の等式が成り立つので無視してよく、 n が1以上であれば1より小さいので、10の n 乗 ×π の整数部分はアルファ分の π より1だけ小さく、このような等式が成り立つのだ。よってこの2つの値が等しく赤枠の等式が成り立つのだ。ここまでは青枠の等式が成り立つ場合を考えたが、次はこっちの等式が成り立つ場合を考えるのだ。まずアルファ分の π の整数部分はアルファをアークタンジェントで表してこのようになるが、上の不等式のマイナス x 分の1を移項して分母のアークタンジェントに不等式を適用するとこのように評価できるのだ。ここで n が大きければこの値は小さくなるので、10の n 乗 ×π の整数部分には影響がなさそうで、このような等式が成り立ちそうなのだ。そしてもしこの等式が成り立てば、この不等式の x を10のマイナス n 乗として適用することで、この値がこの値以下である、つまり逆向きの不等式が成り立つので、2つの値が一致することが分かり、上の赤枠の式が成り立つことが分かるのだ。ということで問題は、ハテナがついているこの等式が本当に成り立つのかということになるのだ。まず10の n 乗 ×π を10進数で表すと31415と続いていって、円周率の小数点以下へ抜けた目までいって、その直後に小数点がつき、それ以降は
円周率の小数点以下への足す1桁以降の値が続いていくのだ。次に後ろの値を考えると2分の π は2より小さいので10進数で表せば前に0が n 個並ぶのだ。よってこの値が足されるのは小数点以下へ抜けためのこの値以降なのだ。よってこの足し算によって整数部分が1繰り上がるためにはこの部分が全て9で a に n が8以上である必要があるのだ。特に円周率の小数点以下に n 抜けた目までに9が n-1 回連続で続く箇所がある必要があるのだ。これは n が大きくなるほど条件が厳しくなるのでおそらくこのようなことは起きないと予想されるのだ。整理すると予想として π を10進数展開した時の小数点以下へ抜けた目を an と置いた時2以上の全ての自然数 n に対してこのようなことが起きることはないという命題が成り立つと考えられるのだ。そしてこの予想が正しければ衝突回数はちょうど円周率の n 桁目までの値と一致するのだ。ちなみに n が0と1の時はシミュレーション結果から正しいことがすでに分かっているのだ。論文の著者は n が1億まではこの予想が正しいことを確認しているがおそらくまだ証明されておらず未解決だと思われるのだ。未解決問題って聞いたからもっと難しいものだと思ってたけどこう見ると案外大したことなさそうね。いやいや見た目が簡単そうでも解くのは難しいことはよくあるのだ。ただ頑張って考えれば解けそうな気がするとは僕も思うのだ。興味がある人はぜひ挑戦してみてほしいのだ。そしてもし解決済みであることを知っている方がいればコメント欄で教えてほしいのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。計算に使ったサンプルプログラムや動画の内容を補足する記事も公開しているので興味があれば概要欄から見てほしいのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。